皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢及び日本の安全保障環境についてのニュースを取り上げていきます。ここ数日私は動画の作成をお休みしていました。夏の暑さにちょっとやられて休んでいたのですが、こうしている間にも戦争は日々行われています。まずはウクライナ軍の遠距離攻撃についてから取り上げていきます。ここ数日間であったウクライナ軍の主な遠距離攻撃。まずは東方。モロゾフスク空軍基地及びロストフの石油タンクへの攻撃が行われました。この攻撃に用いられたのは、ウクライナが独自開発を進めている飛行機型の大型ドローンです。そしてもう一つは、クリミア半島、その南端にあるロシアの軍港都市セバストポリ。このセバストポリに配備されていた対空兵器 S400 の防空陣地と港に止めてあった潜水艦に対する攻撃が実施されました。こちらが健在であった頃の潜水艦の写真。今回ウクライナ軍が攻撃したロシア軍の潜水艦は以前にも攻撃を受けていました。2023年9月、ドック内にて整備中だった潜水艦がウクライナ軍のストームシャドウにより船体に穴が開きました。通常潜水艦のような機密性を重要視する兵器の場合、このように船体に大穴が開いたものをちょっと修理しようと考えるのはどうかなと思うのですが、その後ロシア軍は必死で潜水艦の修復作業を進め、今年7月8月修理を終えてセバストリの軍港内において試験潜航などを行っていたようです。しかし今回ウクライナ軍に発見され、以前は巡航ミサイルストームシャドウ、今回はATACMSミサイルによる攻撃を受けました。ただ、ウクライナ軍は今回の攻撃によって潜水艦を完全に沈めたと発表しているのですが、被害状況については詳細はわかりません。というのも、衛星写真で見た場合において覆いがされており、穴が開いていることから攻撃は命中したという話については確認できるのですが、この覆いの下がどうなっているかは現在のところ判明していないからです。ただ、セバストポリはロシア軍の以前は黒海艦隊の司令部のあったところです。そこがいともたやすく攻撃を受けているというのが現在のロシア軍の防空体制の不備を示しています。次に、モロゾフスクの空軍基地への攻撃。こちらの基地に対する攻撃も何度か今まで行われており、今回が一体何度目かといった話になるのですが、その度にロシア軍の防空体制の不十分さが明らかになっています。今回の攻撃においては、ロシア軍の航空用爆弾やミサイル、誘導弾、滑空爆弾などを収めていた武器弾薬庫が目標となっていました。そのため、ウクライナ軍の攻撃によって弾薬庫が大爆発を起こしています。弾薬庫の爆発により、その周囲にあった施設や、また機体などにも損傷が発生したとみられます。続いて石油タンクへの攻撃。こちらについても相変わらずロシア軍は防空体制が不十分なようです。ただ、地区側の責任者の発言によれば、襲来したウクライナ軍の大型ドローン半分以上は撃墜したと発言しています。実際のところどうなのかはもちろん確認のしようがないわけですが、どんなに撃墜したと発表しても、現実問題石油タンクが炎上しているわけで、ロシア側の損失は大きいでしょう。ウクライナ軍のかけている費用よりも、ロシア側の被った損害額の方が大きいでしょう。また炎上がなかなか鎮火することができなかったのか、一晩経った後においても周辺部での炎上が続きました。そしてウクライナ空軍の日に合わせてウクライナに供与された F16 戦闘機の正式な公開も行われました。式典の場にはウクライナのゼレンスキー大統領も出席し、ウクライナの空軍力がこれで一層強化されたことを述べ、また軍の欧米化についても歩みを進め、ロシア軍との戦いへの意気込みを語っていました。今回公開された F16 の装備としては、射程の長い空対空ミサイルアムラームの搭載なども見られていたことから、欧米からそれなりの装備品が渡っていることも明らかになっています。ウクライナに供与された F16 戦闘機、バージョンとしては最新ではありませんが、搭載するミサイルについては射程の長いものが供与されているようで、パイロットが飛行を重ねて連度が上がってくれば前線での戦いにも加わってくることでしょう。F16 戦闘機の使い方については段階を追ってその変化があります。まず最初には機体数も少ないし、パイロットの熟練度も十分ではありませんから、まずは大都市圏の防空任務につき、巡航ミサイルや大型ドローンに対する迎撃活動を行うでしょう。
そして次の段階としては、前線の戦いに参加し、滑空爆弾攻撃をしてくるロシア軍戦闘機の迎撃任務へと移行していきます。ですから、現在の段階はまだまだ前線に姿を現すには早いでしょう。しかし、これまで都市圏を守っていた空軍機が F-16 戦闘機に押し出される形で前線に行くわけですから、その分だけ前線の守りが強化されることとなります。これからは順次ウクライナ軍のパイロット養成と機体の供与後、これが順次進むことによって、ウクライナの防空能力は高まっていくことでしょう。ただ、こうした空の事情とはまた別の話として、地上戦についての解説も行っておきます。北部ハルキウ戦線においては、ロシア軍の前進は完全に食い止められています。ただし、東部戦線においてはその状況が異なり、部隊の消耗が進んでいる部隊にロシア軍に押されているところがあります。徐々にではありますが、ロシア軍の前進は続いており、これをいかに抑えるかが今後の課題となります。そのためにも、ロシア軍の前進を助けている空軍機からの滑空爆弾攻撃、これを抑えるための対空兵器及び戦闘機の供与といったものが進められる必要があります。また、ウクライナのゼレンスキー大統領は、前線の部隊をローテーションして部隊を休ませたいとはしていますが、兵士の訓練が終わった14個の旅団のうち、そのほとんどが装備品が不十分で、ローテーションで前線の部隊を次々と休ませるといったことが、現状まだ難しいことを話しています。一時期あったような戦車の供与、歩兵戦闘車の供与といったものが、ここのところ新規のものが発表されていないこともあり、十分な数、装甲兵力を配備することができていないというのが今のウクライナ軍の悩みとなっています。続いては日本の安全保障関連のニュース。ロシアによるウクライナ侵略というのは、国際法というのがあくまでも守ろうと思っている意思のある国々においては有効ではあるけれども、しかし国際法なんかは全く無視して侵略を行おうとする国が現れれば、国連も国際法も何の意味も持たないという現実を突きつけています。そうした意味で自分の国は自分でしっかりと守れるようにするというのが非常に重要になるわけです。こうした危機感もあって安全保障関連の法律面での整備、また予算の拡充などについては以前よりはずっと加速しています。今回は日本版 DARPA の発足について取り上げていきましょう。防衛装備研究の新組織、イノベーション研究所、半数は民間から登用、100人体制で今週発足。防衛装備品の開発を強化するため、防衛省が新設する防衛イノベーション技術研究所の概要が判明した。今年秋に100人体制で発足し、このうち50人は企業や大学など外部から登用する。これまで防衛省は陸海空3自衛隊にそれぞれ対応した装備研究所などで装備品を開発してきた。新たな研究所では民間企業などから招いた優秀な人材に事業の設計や管理などを担うプロジェクトマネージャーも任せる方向だ。左が新設される防衛イノベーション技術研究所のイメージ。モデルとするのはアメリカ国防総省傘下のDARPA と DIU 国防イノベーションユニットだ。DARPA はインターネットなど現代に欠かせない技術を誕生させた歴史を持ち、DIU は先端企業の集積地で民生技術を発掘してきた。DARPA 型では外部から登用した研究者を中心に戦闘の形態を一変させるようなブレイクスルー技術の開発を目指す。具体的な研究内容としては、素粒子で潜水艦を探知する技術を想定している。従来の音波より高感度で遠方の探知も可能になることが期待される。この素粒子での探知については本当にできるのかという指摘もなされているわけですが、研究開発というのは、できるかできないかも含めてある程度探ろうとしているのでしょう。日本ではニュートリノ検知を行う神尾関連といったものが有名なわけです。もしかしたらそれらの研究を素地にして素粒子探知といったものをものにできるか研究するのかもしれません。DIU 型では装備品開発につながるような先端技術を持つ企業や大学などに研究費を支援し、民生と防衛の双方で活用できるデュアルユース、両用の研究を進める。AI、人工知能や高精度な画像認識手法を組み合わせ、暗闇でも自律走行できる無人車両の開発などを念頭に置いている。同様の研究所はイギリスでは2023年に発足しており、オーストラリアでも設立に向けた準備が始まっている。防衛省はアメリカや準同盟国と位置づけるイギリス、オーストラリアと積極的に連携し、中国などとの技術開発競争を優位に進めたい考えだ。まず最初にちょっと言っておきたいのが、イノベーション研究所っていうこの名前がなんとも、センスがないというと変ですけれども、もうちょっと
かっこいい名前は付けられなかったのかなと思ってしまいます。まあ別に欧米かとツッコミを受けるような名前でも別に構わないと思うのです。アメリカにおいては DARPA といったものが上がっていましたが、ある程度その単語それ自体では意味をなさない、そういった組織名を使うというのも一つの手でしょう。まあそれは横に置いといても、このような軍事研究開発を促進する、そういった仕組み作りを行うことは重要です。これまでは学会を中心として軍事関係のものについては研究を拒否するといった流れがありました。しかし近年ではそうした流れについてもようやく歯止めがなされるようになり、軍事技術についても予算をつけるからそこに研究者に参加してくださいと呼びかけが行われ、実際にそこに人も集まりつつあります。こういった技術開発はそのほとんどが実際には物にならないことがあるわけですが、しかし狙ったものだけにお金をつぎ込めばうまくいくといったような性質のものではなく、ある程度ばらまきを行いながらその中から芽吹くものを伸ばしていくといった方向でやるしかなく、ある程度幅広くお金を使う必要があります。アメリカの場合だと成果が出たものを私たちが見ることができるわけですが、一方で当然のように何の役にも立たなかった研究も非常に多かったでしょう。しかし人々はそうしたものにはあまり関心を持たないものです。日本においてはそうしたうまくいかなかったものばっかりをことさら取り上げて叩く風潮がありますが、技術開発というのは一見無駄に思える、もしくは成果の上がらないものも技術者を育成する意味ではやっていく必要があるということを理解する必要があります。また一方でこうした技術開発をするのであれば、当然のように開発の成果や開発の途中で情報がどんどん盗まれるようでは、他の国にとっては利益をもたらしてしまうこととなります。セキュリティクリアランス制度の創設やこうした機密情報の取り扱いなどに関する法制度の整備などが進められていますが、実際には専門的に操作し、スパイを見つけてこれに重罪を課すといった法体系としては日本はまだまだ不十分です。対スパイ法といったはっきりと名前を付けた法律というのがありませんから、このあたりまだまだ情報をいかにして守った末で日本の情報を盗み取ろうとした者に厳罰を与えるといった仕組みを政府は早く作ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナに供与された F16 戦闘機の公開に伴って、ウクライナへと引き渡される兵器の種類に関しては一通り揃いました。あとは、これまで供与された兵器、その追加分をどれだけ確保するかが、ロシア軍の前進を食い止め、そして押し返すためには、まだまだこれからが重要です。そして、ウクライナを支援する各国の政治状況についても、アメリカでは大統領選挙がありますし、ヨーロッパにおいても自国第一主義の高まりから、ウクライナ支援に反対する勢力といったものが各地で芽吹いています。国際秩序を守るのか、それとももはや打ち捨ててしまうのか、どちらの方向へ進むかによって、今世紀がどれだけ戦争の世紀になるかが決定していきます。ぜひともこれからも国際情勢についての情報更新をしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。